おはようございます。クレヨンです。焚き火を楽しみながら、爽やかな朝をのんびりと過ごします。今日も天気が良さそうです。朝食の準備ができました。ホットサンドとサラダの定番メニューですが、良い景色の中食べるとやっぱり一味違います。道の駅で買ったこの蜂蜜ヨーグルト、とても美味しくて気に入ってしまいました。こちらのキャンプ場ですが、ハイシーズン以外はチェックアウトが17時までととてもゆっくり。その気になれば夕方までゆっくりできるなんて、なかなかお目にかかれない優しいキャンプ場です。この日はお昼前には出発する予定でしたが、それでも時間にせかされないのはとてもありがたいです。焚き火終わりには最後のトウモロコシを焼き、最後までたっぷりとキャンプを楽しみます。美味しそうに焼けました。みずみずしいトウモロコシなので味付けいらず、そのままでも十分甘くて美味しくいただけました。その後は少し景色を眺めながらのんびりとして、これまたゆっくりと撤収してキャンプ終了となりました。撤収後に温泉に入りたかったので、薬効の湯によることにしました。ゆっくりと温泉を楽しんでいたら、時間はあっという間にお昼です。施設内に食事処があったので、こちらで昼食を食べることにしました。頼んだのはボリュームたっぷり豆腐サラダと、スパイスの香りがとても良いカレーうどん。そして、つるつるとして美味しそうな香味そばを、くるみ汁で食べるくるみそばにしました。お腹が空いたので早速。いただきます。くるみの風味と自然な甘みがとても好み、そばとの相性もバッチリでとても美味しいです。醤油だしと薬味を加えて食べてみますが、これもまた美味しいです。サラダに乗っている豆腐はここの手作り、一風変わった倉掛け豆腐というものです。倉掛け豆の食感と独特の甘みがあって、とても美味しい豆腐でした。ここのカレーうどんはあんとチキンカレーがベース。あまりお目にかかったことはないですが、ホロホロになった鶏肉が美味しかったです。あっさりだけどスパイスのしっかり効いたカレーがうどんに絡んでこちらも美味。思いがけず美味しい郷土料理をいただけて大満足でした。
最後に売店を覗いてみると、お得な野菜が盛りだくさんあります。気持ちよい温泉で美味しい郷土料理も食べられて、さらに新鮮な野菜がお得に買える。思いもよらずとても良い入浴施設に巡り会えて、とても得した気分になりました。最後にセブンティーンアイスを買って、付近をちょっと見ながら車に戻り、景色を見ながらデザートタイム。ゆっくりしてから次の目的地へ出発しました。この後向かうのは群馬方面です。無料で楽しめる観光地を探したので、この日と翌日の2日間を使って楽しんでいく計画です。まずは夏空の下ドライブを楽しんでいきます。到着したのは、碓氷峠の眼鏡橋です。正式名称、碓氷第三橋梁というレンガ造りの橋。碓氷第三橋梁とは群馬県安中市にある、信越本線の新線建設により廃止された、碓氷川に架かるレンガ造りの4連アーチ橋です。こちらが眼鏡橋。実際に見るとやっぱり迫力のある建造物です。橋の上は歩けるようになっているので、上がってみます。上に上がるとこんな感じの景色。歩く部分は想像してたより、しっかりした作りでした。100年以上前に作られたものですが、意外としっかりと残ってるんだと感心です。橋の縁が黒く汚れていますが、蒸気機関車が走っていた頃のすすでしょうか。トンネルの壁面もレンガ造りでした。寂しげなオレンジ色のランプに照らされたトンネル内、人気がないのでとても不思議な空間に感じます。奥の方まで来ると壁のレンガは一部だけに、全部レンガではないという新しい発見。岩盤が丈夫だからってことなんでしょうか。トンネル内から見る外の景色も素敵です。橋とトンネルの間にちょっと入れる道が、どんな景色が見られるでしょう。この先も林の中っぽかったので、ここまでにしました。戻るところで橋の方を見てみると、何かフォトジェニックな予感。なかなかかっこよい景色です。脇道に入ってみて気づけた撮影ポイント。違う道に飛び込んでみないとわからないこともある。人生と一緒ですね。続いて山側のトンネルに来てみましたが、近づくとなんか涼しい風が吹いています。さらにトンネルに近づいて分かったのですが、涼しい風はトンネルから吹いていました。標高が高い位置からの空気が降りてきて、天然のクーラーになっているようです。入り口には椅子もあってさながら休憩スペース。
少し涼んでほてった体をリフレッシュできました。自然と歴史ある建造物が重なり合う場所で、写真を撮りたくなる場所もいっぱい。いろいろ構図を変えながら楽しい撮影タイムを満喫。なかなか楽しい時間を過ごせました。メガネ橋やアプトの道の一部を楽しめたので、撤収です。アプトの道はすべて遊歩道になっているので、横川駅から熊野平駅までの山道往復12キロ、体力に自信のある方は歩いてみるのも楽しいかもしれません。私たちはメガネ橋に登るこの階段で、ヒーヒー言ってしまったので、歩くのはやめておきました。メガネ橋を離れ、続いてきたのはこちら、峠の釜飯。荻野屋横川店です。黄金のでかい釜が置いてありました。黄金を見るとご利益ありそうで、さすりたくなりませんか？店内はショップと食事処が併設されて、広々としていいです。やっぱり薄い峠は、イニシャル D も外せませんよね。グッズもあるし、壁紙もギャウって言ってます。他にもならではのお土産がいろいろ、本日の宴の食材を仕入れていきます。荻野屋を出た後に近場のスーパーにもより、宴の準備も完了。本日は車内でのんびり宴を開催。ということでビールも準備して。この日のおつまみは買ったものメイン。とりあえずお手軽に飲み始めて、足りなかったら追加で作ればよいねってことで、お手軽に済ませる計画です。現地で買ったものでそのまま宴を楽しめる。つくづく日本って良い国だなぁと感じます。今回釜飯が売り切れだったので、代わりに鶏飯を買ってみましたが、これがまた釜飯に負けず劣らず美味しい。トロトロが完璧な状態の半熟卵と、甘めな味付けの鶏飯がベストマッチです。買う予定のなかった鶏飯の美味しさに気づけるとは、釜飯の売り切れが功を奏しましたね。買ってきたものを食べきってしまったのですが、この日はもう少し食べたい気分。車の中のあり合わせで作れそうな、だし巻き卵を作ることにしました。めんつゆとだしの素で作る手抜きだし巻き卵。鰹節をかけて完成です。車中で簡単に調理できるのが嬉しいです。2つ作ったので1つは朝食用に冷蔵庫に入れて、もう1つをつまみながら楽しい宴を続けました。もちろん、締めのデザートも準備済み、群馬ならではのこんにゃくアイスを2種類と、大好きな粒あんのおはぎ。こんにゃくアイスは食感がとても独特で、もっちりとまではいかないけど、プルンとした食感が癖になる感じ。味もしっかり美味しいのでこれはおすすめです。最後に大好きなおはぎを頬張って、この日の宴は終了です。朝のコーヒーと紅茶を準備中。
サラダはオリーブオイルに塩だけのシンプルスタイルです。旅行最終日を決まりのあり合わせ朝食。いただきます。昨晩作っただし巻き卵はホットサンドの分。思いつきでやってみましたがなかなか美味しかったです。今回の長野群馬旅行も最終日、朝食もしっかり食べて今日も楽しんでいきます。出発前に一晩過ごした道の駅で買い物です。下仁田ネギは11月が旬なんですね。こちらの道の駅も野菜が盛りだくさん売っていて、こういう道の駅は本当にありがたいです。他にも群馬ならではの商品がいろいろ。新鮮野菜と合わせて気になるものを購入して、家に帰ってから楽しむのも旅の醍醐味。群馬最終日にやってきたこんにゃくパーク。こちらは前々から来てみたかった場所です。今回巡った群馬無料観光地のメインスポット、たっぷり楽しんでいきたいと思います。なんと足湯が冷水になっているらしいので入ってみることに。気温もだいぶ上がっていたので、冷水がとても気持ちよくてしばらく入っていました。中へ入ると受付で建物内の説明を受け、人数分のこんにゃくシャーベットをもらえました。まずは工場見学に向かいます。工場見学ルートの手前にはガチャやクレーンゲームがいろいろと置いてありました。これらはさすがに有料ですが子供と楽しめそうです。目印通りに進んでいくと工場見学のルートに。壁には説明パネルがずらり、子供にも読みやすいような説明書きです。知らなかったことも結構あったので、この説明パネルも面白かったです。製造ラインの説明パネルを見ながら、ガラス窓から実際の製造ラインを眺める方式。説明がとても親切に書かれているので、すごくわかりやすくて楽しいです。タイミングによっては動いていないラインもあるようでした。その後も種類豊富な製造ラインを見学したり、豆知識を仕入れたりしながら、いろいろ楽しめる工場見学でした。工場見学を一回り終えると何やら人だかり。この日は移住に関するアンケート調査をやっていて、アンケートに答えると豪華なプレゼント、群馬ちゃんグッズをもらえるのでした。工場見学の後は食事の時間。こんにゃくパークの目玉スポット、無料で食べ放題のこんにゃくバイキングを楽しみです。正直、メイン食材がこんにゃくなので、バリエーションの期待はしていなかったのですが、良い意味で期待を裏切る品数の多さ。一巡では全く皿に乗り切らず、乗った分だけでとりあえず食事を開始です。一周目で持ってきたものはこちらです。基本のこんにゃく料理はもちろん美味しそうですが、アレンジレシピもそれっぽい見た目で、目からすでに楽しいです。食べてみると味付けもしっかりしているので、同じこんにゃくでも飽きずに楽しめます。その後もおかわりしながら色々楽しみ、種類の多さに感激しながらたっぷり楽しみました。さらに味のバリエーションが多いだけでなく、こんな感じで流しそうめんを楽しめたりと、楽しませてくれる工夫満載のバーベキューでした。ちなみに私が一番気に入ったのは定番の味噌田楽です。味噌が美味しすぎて、
おかわりのたびに食べてしまいました。その後はアンケートに答えて、食事終了です。食事が終わったら売店でお買い物。こんにゃくの可能性を体感した後に配置されている売店。見事に考えられた動線になっているので、買わずにはいられません。食べて美味しかったものや気になったものを、いろいろと買い込んでいきました。こんにゃく製品以外にもお土産がいろいろ売っていて、とても誘惑が多いのでご注意を。お土産を買った後はカフェに立ち寄って、これまたこんにゃくが入ったソフトクリームをいただきます。買ったのはバニラソフトです。もう一度足湯ならぬ足プールに浸かりながら、つぶつぶ食感が楽しいソフトクリームをいただきました。さて帰ろうかと駐車場に向かう途中で、フーズマーケットと書かれた建物を発見。中を覗くと、美味しそうな野菜や果物がずらりと並んでいて思わず買いたくなります。朝に道の駅でしこたま買ったのですが、美味しそうな見た目にやられてここでも購入。今回もお土産たっぷりの旅行になりました。思ってた100倍楽しかったこんにゃくパーク。無料でとても楽しめてお土産も充実しているので、お手軽に楽しむにはもってこいの場所。子供連れでも大人だけでも十分楽しめる最高の観光スポットでした。2泊3日で楽しんだ長野のキャンプと群馬の無料観光スポット巡り。キャンプでは涼しく過ごせたし、観光はお手軽にいろいろな体験ができたしで、とても充実した楽しい旅行でした。短期日程でキャンプと観光の両方を楽しむ旅行。やっぱり充実度が高くて良いですね。近場の行きたいキャンプ場や観光地はまだまだいっぱいあるので、今後もこのスタイルの旅行を楽しんでいきたいと思います。